悟り。飛騨美濃の深山に核あり、山人呼んで悟りと名付く。色黒く毛長くして、よく人のことをなし、よく人の心を察す。あえて人の害をなさず、人これを殺さんとすれば、まずその心を悟りて逃げ去るという。この今昔画図続百鬼の悟りは、和漢三歳図にある核を参考に描かれたものと考えられている。和漢三歳図核、確保、各枠とも言い、和名は山子である。本草項目曰く、核は老公、年を経た猿が化ける妖怪である。猿に似ており、体は大きく、色は青黒い。よく人のように歩き、よく人のものを盗む。オスしかおらず、メスはいない。よく人の女をさらい、はらませて、子を産ませるという。神異教曰く、西方に獣がおり、衆と言った。ロバほどの大きさで、猿に似ている。よく木に登り、メスしかおらず、オスはいない。養路に群れで住んでおり、人の男を取っては交わり、はらむ。これもまた、核の類にして、有志相反するものである。考えるに、飛騨美濃の深山の中にこの者がおり、猿のごとくして大きく黒色で毛が長い。よく立って歩き、またよく人の言葉を話す。あらかじめ人の心を読んで、あえて害をなすことはない。山人は名付けて、クロンボウと呼んでいる。互いに恐れず、もし人がクロンボウを殺そうとすれば、たちまちにその心を察して、すぐに逃げ去ってしまう。故にこれを捕らえることはできない。すなわちこれは、核の類であるか、オスのみであるのか、メスのみであるのか、それはわからない。とあり、悟りの姿は核に似ているが、その心を読む性質はクロンボウそのものである。クロンボウのさらに詳しい話が、京和雑記、信州徳山クロンボウのことに残されている。京和雑記、美濃の国の大垣から北へ10里行くと富山というところがある。そこから先は険しい山道で、上り下り3里の難所を越えると尾根に出る。尾根から5里の山道を行くと徳山というところに至り、徳山八村は3里四方ほどにわたるが、山ばかりで平地はごくわずかである。そこに住む者たちは色白で美男美女が多い。山にはクロンボウと呼ばれる者がいた。見た目は猿のようだが背が高く、色が黒くて毛が長い。人のように立って歩き、よく人の言葉を話す。人の心を読み、人がクロンボウを殺そうと思うと、あらかじめその心を察して逃げ去るので、捕らえることができない。このクロンボウが善兵衛という木こりに慣れて、
善兵衛が山へ入るとやってきて仕事を手伝うようになった。善兵衛は大いに助かり、害をなすこともなかった。後には善兵衛の家にも来て人のように働くこともたびたびあった。善兵衛の家の近所には30歳くらいの後家が住んでいたが、美しい女で人々は再婚を勧めたが、とうばかりになる男の子がいて、ゆくゆくはその子に家を継がせ、自分は貢献したいと考えていたので、縁談を断り、子供と二人きりで暮らしていた。しかしある頃から夜が更けて、村がしんと寝静まると、何者かが後家の寝床に忍び込み、しきりに犯そうとするようになった。それが夢ともうつつとも定かではなく、後家は恐れ怪しんで、ついに人々に打ち明けて相談した。村人たちはその正体を見極めようと物陰に隠れて夜更けを待った。しかしその夜は現れなかった。さらに2、3日待っても何事もなかった。それで待つのをやめると、以前のように怪しいものが現れて、後家を犯そうとした。後家は大層心を痛め、家に昔から伝わる観音像に、この災難からお救いください、と一心に祈った。するとその夜、観音様が夢枕に立って、人頼みではお前の災難は去らない。己の心をしっかり持ち、決着をつけるのです。とのお告げがあった。後家が覚悟を決めて待っていると、その夜また怪しいものが現れた。その者は怒り狂い逆上して、わしの思うようにならないのなら、お前が大切にしている観音像を叩き潰してやる。と仏壇から観音像をつかみ上げた。その瞬間、後家は夢うつつからはっと目覚めて、隠し持っていた鎌で切りつけた。思いもよらないことに、かの者はうめき声を上げて逃げ去っていった。後家の子が近所を走り回って助けを呼んだので、すぐに村の者が集まって、かの者の血をたどっていくと、善兵衛の家の縁の下に入り、そこから山の方へ続いていった。それからというもの、善兵衛のところにクロンボウが来ることがなくなったので、きっとクロンボウの仕業だったのだろう、と村人は言った。このクロンボウは山子の類であろう。山子とは本草項目にも書かれている。オスばかりでメスがなく、よく女を犯し、子をなすという。美濃、飛騨は新山が多いので、そういったものも住んでいるのだ。核はもともと中国の妖怪で、核縁や華国、馬鹿とも呼ばれた。放牧師ではさらに、800年生きた巫女、赤毛猿が縁となり、さらに500年生きて核縁になるという。宋人記には、蜀の西南の山中に住む者たちで、女をさらい、自分の妻として子を産ませる。子を産まない女は山を降りることを許されず、10年も経つと、姿形や心までが彼らと同化し、
人里に帰る気持ちも失せてしまうという。子を産んだ女は子と共に人里へ帰されるが、里へ降りた後に子を育てない女は死んでしまうため、それを恐れて子育てをする。こうして各園と人の女に生まれた子は、姿は人に近く、育つと普通の人と全く変わらないという。日本の民話で悟りは、悟りのわっぱや思いとも言われ、多くの場合、山中の人の前に現れて、相手の心を読み、お前今、怖いと思ったな。お前今、取って食われると思ったな。お前今、逃げようと思ったな。などと思いを言い当て、隙を見て取って食らおうとするが、斧で打った木の破片や薪がはぜて悟りに当たり、思うことより思わぬことの方が恐ろしい。と言って逃げてゆくという話が各地に残されている。狂歌百物語にも、人の知恵、悟りがたしと恐れけり、ポンと羽火の竹の不思議を、などと歌われている。臨済宗の僧、師道無難禅師の言葉に、常に何も思わぬは仏の稽古なり、とある。妖怪悟りが恐れる者は、仏の道、悟りであるのかもしれない。